こんにちは。ここで話すのもなんか久しぶりな感じがするんですけれども、ちょっとコメントをいただいているようなので、コメントにお答えしていこうかと思います。コメントの中から面白いテーマがあったら、それをこう引っ張り出してお話ししようという魂胆ですね。で、まず一つ目、沢口修一さんからいただいたコメントです。エンジンマウントのゴムも5000キロで交換しなくてはならないと聞いたのですが、その話もぜひお願いしますというコメント、お題をいただきました。で、エンジンマウントというふうに書いてあります。これはゴムの製品ですね。これの使用頻度にもよるんでしょうけども、どういったケア、チェック、その交換が必要なのかというふうに解釈しました。で、非常に面白いお話なので、ちょっといろいろ膨らませながら内容を話していけたらと思います。ここではエンジンマウントというふうに沢口さんは質問してくれているので、まずそこからスタートしたいんですけど、一般的なサービススケジュール、車のパーツのサービススケジュールから考えれば、もちろんミニであってもなんですけれども、エンジンのマウントというものにしてみれば、だいたい5000キロで交換というふうにはならないと思うんですね。やはりゴムのマウント製品ってなると、ある程度の距離、時間は耐える製品がほとんどです。で、複合的にとか相乗的に、もしくは交換する品質そのものにそういった要因で早い期間でダメになっているケースも考えられなくもないです。特にミニに関してはもう生産が終わってしまった車なので、リプレイス製品に問題がある、もしくはいろんなところに疲弊があって相乗的に悪くなってしまう、パーツがくたびれてしまうということは考えられるんですけれど、そういう意味でね、5000キロでチェックしましょうねっていうのは非常にいい考え方なので、それは全く否定しないんですけど、大体一般的なサービススケジュールからすると、マウントやブッシング関係というのはもうちょっと距離が長い段階でのチェックになると思います。で、一点この沢口さんの質問の中で気になったのは、エンジンマウントというふうに区切らないで、エンジン関係の指示をする部品の中ではステディロッドというのがあります。で、このステディロッドブッシュは特に前期ミニの最終モデルに使われているものはちょっと形が変わって持ちも良くなってるんですけど、古いものになればなるほど対応度が低いなというのはあります。で、5000キロというのを一つちょっとキーワードにして、サービススケジュール的にね、5000キロっていう点検のサイクルというふうに考えたときに、どういうふうに見ていくかというのをちょっと考えてみたいと思います。5000キロでどのぐらいに車の部品がくたびれるのかということですよね。で、大体5000キロっていうふうに走行キロ数でいうケースも多いんですけど、3ヶ月5000キロと3ヶ月っていうのをイコールしているケースも多いです。日本の一般的なユーザーからすると5000キロを3ヶ月で走るかっていうと決してそうではないんですけど、この辺にやはり、ヨーロッパ等の基準がまかり通ってきてますので、ある程度5000キロとか3ヶ月っていうのはキーワードになる。で、その段階で、上げたものはちょっとリストしました。で、ざっと言うと、例えばドラムブレーキの調整ですよ。調整。サイドブレーキ、ハンドブレーキですね、の調整。それからステアリング系やサスペンション系の点検です。チェックです。で、もちろんクラッチ配管系のチェック。基本的には交換しましょうという強い打ち出しよりも、まずは点検してチェックしましょうというような項目がなります。で、ベルトなんか補助ベルトも含めて日常点検の延長として5000キロ小切れにきちっと確認をしましょう。そしてケアする必要があれば調整をしたり増し締めをしたり、もしくはそこで部品に問題があれば交換をするというような考え方でいいと思います。で、ミニの場合、特にオイル、エンジンオイルに関して言うと3000キロで交換しましょう、もしくは5000キロが精一杯ですというふうに言われます。で、僕はこれも全然否定しないんですけど、一般的な車のサービススケジュールでいうとエンジンオイル交換って大体1万キロからそれ以上なんですね、今の時代は。ですからミニならではというタイムスケジュールも含めて、考えていく。ただし、この沢口さんの質問の中でエンジンにかかる部分が5000キロでっていうのに関しては、ちょっとそこまで神経質にならなくてもいいんじゃないかなという、ふうに思ってます。で、答えとしてはそこでチェックをする。5000キロをめどにこういったブッシングやマウント関係をチェックするというのはいい心がけではないかなというふうに思います。で、ラバー製のブッシングマウントを使っているケースはいろいろな箇所であるんですけど、まずそのマウントブッシングの箇所や形状、それが、どういう意味合いで装着されているのかというのを知るのがまず第一だと思います。
これを的確に分かっていれば、どんな疲労をするのか、どんな症状が出てしまうのか、どういうふうにそこをケアしなければいけないのかということが分かってきます。第2弾に続けてこの辺を細かく説明していきたいと思うんですけれども、やはりミニの場合にはちょっと設計が古いので、今の時代のマウントやブッシングの設計になってないんです。ですから非常に疲労度が激しかったり、もしくはオーバークオリティだったりという部分もあります。その辺を含めて、次回にちょっときちっと説明してみたいなと思います。期待してください。